今回の動画では、エディットページでタイムラインに配置したクリップのカットする方法、移動する方法について解説します。また、トリム編集モードについても解説します。後半では、オリジナルショートカットキーの設定方法について紹介します。それでは始めていきます。エディットページでの解説となります。タイムラインに配置したクリップのカットする方法について解説します。すでにタイムラインにクリップを配置しており、編集モードはこのデフォルトの選択モードの状態です。まずこのクリップのここから前をカットする場合、デフォルトの選択モードからブレード編集モードに切り替え、クリップをカットします。次に選択モードに切り替えていらないクリップを選択し、バックキーで削除することができます。また別の方法として、このクリップの先頭をカットする場合、このように先頭の右側を選択し、右にドラッグすることでクリップをカットすることができます。この編集点の選択は3つあります。このように編集点の左側を選択、編集点の両方を選択、編集点の右側を選択です。一度クリックして選択し、U キーで左側、中央、右側と変更することが可能です。末尾をカットする場合は、このように末尾の左側を選択し、左にドラッグすることでクリップをカットすることもできます。この隙間のことをギャップと言いますが、ギャップを選択し、またバックキーで削除することができます。最初からこのギャップを作らず削除する方法があります。いらないクリップを選択し、シフトキーを押しながらバックキーのワンアクションでクリップを削除し、ギャップも削除することが可能です。デルキーがあるキーボードの場合は、デルキーのみでも可能です。ただし、この選択モード、ブレード編集モードの切り替えの動作は面倒です。ショートカットキーを使うのが有効です。Mac の場合はコマンド B、Windows の場合はコントロール B で、再生ヘッドがある位置でクリップのカットができます。カットしたらいらないクリップを選択し、バックキー、またはシフトバックキーで削除する方法をお勧めします。途中の映像をカットする場合は、カットしたい編集点に再生ヘッドを移動し、Mac の場合はコマンド B、Windows の場合はコントロール B で編集点を入れ、編集点を選択し、このようにドラッグすることでクリップをカットすることができます。このギャップはクリックして選択し、バックキーで削除します。もっと使いやすいショートカットキーがあります。それは先頭をトリム、末尾をトリムになります。デフォルトのショートカットキーは先頭をトリムがシフトキープラス始め鍵括弧、末尾をトリムがシフトキープラス終わり鍵括弧になります。このクリップのここから前が不要な場合、いらない編集点に再生ヘッドを移動し、シフトキープラス始め鍵括弧を押します。この動作一つでクリップをカットし、カットした前のクリップを削除することができます。このギャップはクリックで選択し、バックキーで削除します。後ろが不要な場合は、いらない編集点に再生ヘッドを移動し、シフトキープラス終わり鍵括弧、クリップをカットし、カットした後のクリップを削除することができます。上にあるトリムを展開し、ここにある先頭をトリム、末尾をトリムが今のショートカットに該当します。私はクリップの長さを調整するのにこのショートカットキーを一番多く使います。次はクリップの編集点を微調整する方法になります。クリップの先頭を微調整する場合は、先頭の編集点を選択し、このようにドラッグすることで調整ができますが、1フレームだけ、2フレームだけなど細かく動かすのは難しいです。この場合、カンマキーとピリオドキーが使えます。クリップの編集点を選択し、ピリオドキーで1フレームずつ右にクリップをトリムすることができ、カンマキーで1フレームずつ左にクリップをトリムすることができます。上のトリムからナッジがこれに該当します。1フレーム左がカンマキー、1フレーム右がピリオドキーになっております。またシフトキーを組み合わせることでトリムするフレームを増やすことができます。デフォルトでは5フレームとなり、このように
クリップの編集点を選択し、シフトキーとピリオドキーで5フレーム右にトリムすることができ、シフトキーとカンマキーで5フレーム左にトリムすることができます。このフレーム数が上のダヴィンチリゾルブから環境設定を展開し、ユーザー編集のファストナッチのデフォルト値で変更が可能です。デフォルトでは5フレームですが、私は24フレームに変更してあります。ご自身の環境に合わせて設定してください。次はタイムラインに配置したクリップを移動する方法について解説します。すでにタイムラインにクリップを配置しており、編集モードはこのデフォルトの選択モードの状態です。通常このようにクリップを選択しドラッグすることで上下左右にクリップを移動させることができます。便利なショートカットキーがあり、カンマピリオドキーになります。このカンマピリオドキーでクリップを左右に移動することができます。クリップを選択し、カンマキーを押すと1フレーム単位で左に移動が可能です。カンマキーを押し続けると高速で移動します。ピリオドキーを押すと1フレーム単位で右に移動が可能です。ピリオドキーを押し続けると高速で移動します。次はクリップを選択し、シフトキーを押しながらカンマキーを押すと5フレーム単位で左に移動が可能です。シフトキーを押しながらカンマキーを押し続けると高速で移動します。シフトキーを押しながらピリオドキーを押すと5フレーム単位で右に移動が可能です。シフトキーを押しながらピリオドキーを押し続けると高速で移動します。この5フレームは先ほど説明した環境設定から変更が可能です。このカンマピリオドキーはクリップの長さの調整、また位置を調整するのにとても有効となります。クリップを上下に移動させるには、移動させるクリップを選択し、Mac の場合はオプションキー、Windows の場合は Alt キーを押しながら上下矢印キーで移動することが可能です。次はクリップの入れ替えです。例えば、このクリップとこのクリップを入れ替えたい場合、通常このようにドラッグで上に移動し、このクリップを横にスライド、上に移動したクリップをここに配置すればクリップの入れ替えは可能です。便利なショートカットキーがあります。コマンド、シフトキーを押しながらクリップをドラッグすると、このようにクリップを前後入れ替えることが可能です。またコマンド、シフトキーを押しながらカンマピリオドキーでも同じことができます。クリップ選択し、コマンドシフトキーを押しながらピリオドキーで次のクリップと入れ替えが可能です。もう一度ピリオドキーでさらに次のクリップと入れ替えが可能となります。コマンドシフトキーを押しながらカンマキーで前のクリップと入れ替えが可能です。もう一度カンマキーでさらに前のクリップと入れ替えが可能となります。複数クリップを選択して入れ替えも可能です。このように3つのクリップを選択し、コマンドシフトキーを押しながらピリオドキーで次のクリップと入れ替えが可能です。コマンドシフトキーを押しながらカンマキーで前のクリップと入れ替えが可能となります。よくあるケースとして、このタイムラインの状態で映像を拡大します。このようにビューアーの映像は拡大しません。これはビューアーに表示されている映像は再生ヘッドの位置にあるクリップのためです。今、インスペクタで拡大したのはこの赤く選択してあるクリップの映像になります。赤く選択してあるクリップに再生ヘッドを移動すると、このように拡大されております。このような意図しないクリップを調整してしまうことを回避する設定について紹介します。通常この赤く選択されたクリップは再生ヘッドを移動するとこのように移動することはありません。再生ヘッドと一緒に移動させたい方は上のタイムラインからビデオを選択。この再生ヘッドの位置のクリップを選択にチェックしてください。チェックするとこのように再生ヘッドを移動すると常に選択されるクリップも一緒に移動します。これはとても有効ですので常にチェックすることをお勧めします。この赤く選択されたクリップは Mac の場合はコマンドキーを押しながら上下左右の矢印キーでこのように選択しているクリップの移動が可能です。Windows には調べたところ対応していないようです。次はクリップの一括選択です。Mac の場合、コマンド A で全選択、コマンドシフト A で全選択を解除することができます。
Windows はコントロール A、コントロールシフト A になります。この再生ヘッドの位置より右側を全選択する場合は Mac の場合オプション Y、Windows は Alt Y で選択が可能です。再生ヘッドの位置より左側を全選択する場合は Mac の場合オプションコマンド Y、Windows は Alt コントロール Y で選択が可能となります。右側の全選択のオプション Y、Alt Y はよく使います。編集完了後、後から映像を追加する場合など、このようにトラック数が多くなるととても有効です。次はこのアイコン、トリム編集モードについて解説します。基本今まで説明したこの選択モード、ブレード編集モードだけで編集は可能です。ただしトリム編集モードには効率化を図るのに便利な機能もあるので紹介します。ある程度編集に慣れてきてから使用することをお勧めします。トリム編集モードとはタイムライン上に配置したクリップの長さを調整する際、前後のクリップとの位置関係を自動で維持しながら微調整ができるモードです。リップル編集、ロール編集、スリップ編集、スライド編集の4つがあります。まずリップル編集ですが、やり方はクリップの先頭をトリムする場合、左側の編集点を選択し、ドラッグすることでクリップの使いどころを調整することができます。クリップの末尾をトリムする場合は、右側の編集点を選択し、ドラッグすることでクリップの使いどころを調整することができます。ビューワーが2画面で表示されていますが、左が今トリムしているクリップの終了点、右が次のクリップの開始点になります。これは選択したクリップの端をドラッグして長さを変えると、後続のクリップが自動的に詰まったり下がったりして、ギャップを作らずに全体を調整します。このリップル編集はトリムモードで唯一タイムラインの長さ、尺が変わります。選択モードではこのようにクリップを短くするとギャップができます。トリム編集モードだとこのようにクリップを短くしてもギャップができなくなります。またタイムラインの長さ、尺も変わることに注意してください。今ドラッグしてクリップの長さを調整しましたが、先ほど説明したカンマ、ピリオドキーも使えます。このようにクリップの左側の終了点を選択し、カンマキーで1フレーム単位でクリップを短くすることができ、ピリオドキーで1フレーム単位でクリップを長くすることができます。便利なショートカットキーがあります。クリップをこの編集点から左側を削除したい場合は、再生ヘッドを編集点に移動し、ショートカットキー、デフォルトでは Mac の場合、コマンドシフト、はじめ鍵括弧、Windows の場合はコントロールシフトはじめ鍵括弧をします。このようにトリムすることができます。これは編集点をカットし、カットした左の部分を削除、そしてギャップを詰める3工程の動作を一度に行っております。またトリム編集モードに移行しなくても選択モードのままトリム編集ができるショートカットキーにもなります。クリップをこの編集点から右側を削除したい場合は、再生ヘッドを編集点に移動し、ショートカットキー、デフォルトでは Mac の場合、コマンドシフト終わり鍵括弧、Windows の場合はコントロールシフト終わり鍵括弧になります。これは上のトリムからリップル、先頭を再生ヘッドの位置へ、末尾を再生ヘッドの位置へに該当します。このショートカットキーを使うことでカット編集の効率は上がります。ただしトラックが複数重なると意図しないクリップを削除してしまい、事故原因となってしまいます。私は編集に取り掛かる際、最初にクリップをすべてタイムラインに並べ、大まかにカット編集するときにしか使いません。次はロール編集になります。これは隣り合う2つのクリップの編集点を動かし、タイムラインの全体の尺を変えずに、カットポイント、つなぎ目だけを変更します。また言葉では難しいので実践します。この編集点両方を選択し、左右にドラッグします。
すると前のクリップの終了点、次のクリップの開始点をタイムライン全体の尺を変えずに変更することができます。ビューアーが2画面で表示され、左側が前のクリップの終了点、右側が次のクリップの開始点を表示しております。また編集点両方選択した状態でカンマ、ピリオドキーで1フレームずつの調整も可能です。このロール編集は接続するクリップに余白、のりしろがある範囲で調整することが可能です。余白、のりしろの範囲はクリップをクリックするとこのように範囲の確認ができます。両方ともクリップに余白、のりしろがないとこのように動かすことはできません。また片方のクリップのみ余白、のりしろがある場合はこのように片方の余白、のりしろがある範囲で調整が可能となります。ちなみにこのロール編集は選択モードのままでも操作することができます。次はスリップ編集になります。スリップ編集とはタイムライン上のクリップの位置や長さは変えずに選択したクリップの使いどころを調整することができる編集になります。また言葉では難しいので実践します。クリップのサムネイルをクリックし左右にドラッグします。すると選択したクリップの位置や長さは変えずに使いどころを調整することができます。ビューアーが4画面で表示され、上の2画面が選択したクリップの開始点と終了点、下の2画面が左のクリップの終了点、次のクリップの開始点を表示しております。またクリップのサムネイルを選択し、カンマキー、ピリオドキーで1フレームずつの調整も可能です。このスリップ編集はスリップさせるクリップ自体に余白、のりしろがある範囲で調整することが可能です。このように左右両方ともクリップに余白、のりしろがないと動かすことはできません。また片方のクリップのみ余白、のりしろがある場合は片方の余白、のりしろがある範囲で調整が可能となります。最後にスライド編集になります。これは選択したクリップの長さや使いどころは変えずにタイムライン上の位置を前後させる編集になります。また言葉では難しいので実践します。クリップのサムネイルの下の箇所をクリックし左右にドラッグします。すると選択したクリップの長さや使いどころを変えずにタイムライン上の位置を調整することができます。ビューアーが4画面で表示され、上の2画面が選択したクリップの開始点と終了点、下の2画面が前のクリップの終了点、次のクリップの開始点を表示しております。またクリップのサムネイルの下の箇所を選択した状態でカンマキー、ピリオドキーで1フレームずつの調整も可能です。このスライド編集はスライドさせるクリップの前後にあるクリップに余白がある範囲で調整することが可能です。このように前後のクリップ両方ともクリップにのりしろがないとこのように動かすことはできません。また片方のクリップにのみ余白、のりしろがある場合はこのように片方の余白、のりしろがある範囲で調整が可能となります。トリムモードのリップル編集で説明した Mac の場合、コマンドプラスシフトプラス鍵括弧、Windows の場合はコントロールプラスシフトプラス鍵括弧は3つのキーを同時に使うのでとても使いづらいです。オリジナルショートカットキーを割り当てることをお勧めします。合わせてクリップをカット、Mac の場合はコマンド B、Windows の場合はコントロール B、また先ほど説明した選択モードで先頭をトリム、シフトプラス始め鍵括弧、末尾をトリム、シフトプラス終わり鍵括弧、これは編集点をカットし、カットした左の部分、右側の部分を削除するもので、ギャップは集めないので、意図しないクリップを削除することなくクリップをカットすることができます。ただ、鍵括弧キーが右側にあり、デフォルトのままではマウスを持つ右手を離す必要があります。これもオリジナルショートカットキーを割り当てることをお勧めします。
これから説明するショートカットキーの割り当てはあくまで私の主観ですので、参考程度に聞いていただき、実際はご自身の環境で設定してください。オリジナルショートカットキーの割り当て方法は、上のダヴィンチリゾルブからキーボードのカスタマイズを選択します。ここでキーボードをクリックしてみると、例えばコマンド C、コピーと表示されます。すでに割り振られているショートカットの確認ができます。コピーの文字をクリックすると、右側に割り当てられているコマンドが表示されます。もう一度キーボードをクリックすると、選択したキーはクリアされます。まず先頭再生ヘッドの位置へ、Mac の場合、コマンドプラスシフトプラスはじめ鍵括弧。Windows の場合は、コントロールプラスシフトプラスはじめ鍵括弧。これを9に割り振ります。9をクリックすると、以前の動画で説明したソースビューワー、タイムラインビューワーの切り替えが設定してあります。このショートカットキーも使えますが、後で別のキーに割り当てます。ソースビューワー、タイムラインビューワーの文字をクリックします。右に割り振られている Q キーが表示されます。このバッテンをクリックして Q を削除します。次に一番上のすべてのコマンドをクリックし、この検索欄に先頭再生ヘッドと入力します。リップルを展開してすでに割り振られているコマンドシフトはじめ鍵括弧、これをバッテンをクリックで削除します。ここに Q を入力します。次は末尾を再生ヘッドの位置へ、Mac の場合、コマンドプラスシフトプラス終わり鍵括弧、Windows の場合はコントロールプラスシフトプラス終わり鍵括弧になります。これを E キーに割り振ります。E をクリックすると、編集を延長短縮と現在のノードを抽出が設定してあります。私は使わないので削除します。編集を延長短縮の文字をクリックします。右側に割り振られている E キーが表示されます。このバッテンをクリックして E キーを削除します。現在のノード抽出の文字をクリックします。右側に割り振られている E キーが表示されます。またこのバッテンをクリックして E を削除します。次に一番上のすべてのコマンドをクリックし、この検索欄に末尾を再生ヘッドと入力します。リップルを展開してすでに割り振られているコマンドシフト終わり鍵括弧、バッテンをクリックで削除しまして、ここに E キーを入力します。次はコマンド B のレイザーになります。今回コマンド B は削除せずそのまま残しておきます。W に割り振りたいと思います。W をクリックするとダイナミックトリムモードとフォーカスモードが設定してあります。私は使わないので削除します。ダイナミックトリムモードの文字をクリックします。右側にダイナミックトリムモードが割り振られている W キーが表示されます。このバッテンをクリックして W を削除します。次にフォーカスモードの文字をクリックします。割り振られている W キーをバッテンをクリックして削除します。次に一番上のすべてのコマンドをクリックし、この検索欄にレイザーと入力します。すでに割り振られているコマンド B はそのままにし、右のプラスをクリックします。ここに W キーを入力します。右下の保存アイコンをクリック、プリセット名を入力、私はカスタマイズにと名前を付けます。OK をクリックします。一度タイムラインで動作するか確認してみます。W キーに設定したレイザーを押します。このようにクリップをカットすることができました。Q キーに設定した先頭再生ヘッドの位置へ押します。再生ヘッドの位置から左の編集点までクリップをカットし、そのカットしたクリップを削除し、ギャップを詰めることがワンボタンでできるようになりました。E キーに設定した末尾を再生ヘッドの位置へ押します。再生ヘッドの位置から右の編集点までクリップをカットし、そのカットしたクリップを削除。ギャップを詰めることがワンボタンでできるようになりました。この3つ並びのキー、ワンボタンでクリップをカット、トリムすることが可能となります。このようにこの3つ並びのキー Q、W、E のみで音声波形のないところを効率的にカットすることができます。
一度プリセットを作るとここから選択が可能です。デフォルトに戻る場合はこのダヴィンチリゾルブを選択してください。また一度作成したプリセットを削除したい場合は右角の点々々からプリセットを削除で削除することができます。引き続き左上のダヴィンチリゾルブからキーボードのカスタマイズ、先ほど作成したプリセットカスタマイズ2であることを確認してショートカットキーの設定を続けます。先ほど削除した9キー、ソースビューアー、タイムラインビューアーの切り替えを別のキー R に割り当てます。R をクリックすると範囲選択モード、クリップの速度変更が表示されます。範囲選択モードとはフェアライトページのモード切り替えで R を削除してもこのアイコンをクリックすれば同じです。クリップの速度変更とはその名の通りクリップの速度を変更するショートカットになりますが、クリップを右クリックし、このクリップの速度変更を選択するのと同じです。またインスペクタの速度変更とも同じになります。範囲選択モードの文字をクリック、右側に該当する R が表示されるので、このバッテンをクリックして R を削除します。次にクリップの速度の変更の文字をクリック、右側に該当する R が表示されるので、このバッテンをクリックして R を削除します。次に一番上のすべてのコマンドをクリックし、この検索欄にソーススラッシュと入力します。ソーススラッシュタイムラインビューアーに R を入力します。次は先頭をトリム、シフトキープラス始め鍵括弧、末尾をトリム、シフトキープラス終わり鍵括弧を設定します。これは編集点をカットし、ギャップを詰めることなく、カットした左の部分、右側の部分を削除するもので、2工程の動作をワンボタンで行えるショートカットキーになります。先頭をトリム、シフトキープラス始め鍵括弧をシフトプラス Q に、末尾をトリム、シフトキープラス終わり鍵括弧をシフトプラス E に割り当てております。まずシフト Q をクリックすると、ソースクリップ、ソーステープが表示されます。これはソースビューアー上のアイコンをクリックすることで切り替えが可能です。ソースクリップ、ソーステープの文字をクリック、右側に該当するシフト Q が表示されるので、このバッテンをクリックしてシフト Q を削除します。次に一番上のすべてのコマンドをクリックし、この検索欄に先頭をトリムと入力します。下に表示されたこの先頭トリムの右側にあるプラスをクリックし、シフト Q を入力します。最後に末尾をトリム、シフトキープラス終わり鍵括弧をシフト E に割り当てます。シフト E をクリックするとオーディオ編集点が表示されます。このオーディオ編集点の文字をクリック、右側に該当するシフト E が表示されるので、このバッテンをクリックしてシフト E を削除します。次に一番上のすべてのコマンドをクリックし、この検索欄に末尾をトリムと入力します。下に表示されたこの末尾をトリムの右側にあるプラスをクリックし、シフト E を入力します。最後に保存をクリックします。では、エディットページで今設定したショートカットの確認をします。まず R キーでソースビューアー、タイムラインビューアーの選択の切り替えが行えます。シフト Q で再生ヘッドの位置でクリップをカットし、左側のクリップを削除することができます。シフト E で再生ヘッドの位置でクリップをカットし、右側のクリップを削除することができます。このショートカットキーの設定は自由です。いつでもデフォルトに戻れるので、ご自身の環境でいろいろ設定してみてください。これでタイムラインに配置したクリップのカットする方法、移動する方法について、またトリム編集モード、オリジナルショートカットキーの設定方法の解説は終了です。今後の動画ではエディットページのインスペクタの各項目について、またキーフレームを使いアニメーションを設定する方法について紹介する予定です。長時間のご視聴ありがとうございました。